はい、こんにちは。じゃあ、心拍、この間の、後半戦をやってきます。この動画で行うことは3つです。1、針金掛け。2、植え替え。3、石灰硫黄合剤でシャリを白くします。とりあえず両方正面に使えそうなような形にしておいて、また木ってどんどん変わるんで、とりあえずどっちからでも使えるようにしておいて、後で何年後かに判断するみたいな形で、とりあえず両方から見えるように作っておくとは思います。今回の場合はまだ全然枝作りこれからなので、とりあえずアルミ線で仕立て中ということでアルミ線でかけます。こういうふうに枝が何本から構成されてるんですけど、今の状態だとこれがかぶっちゃってるんですね。だからこれをちょっとこうなんていうか分けて、それでこれをちょっと小さく分けますね。心拍の性質。心拍は針金矯正による回復力も強いので、かなり強い曲げつけでも耐えることができます。強風や潮風など厳しい環境で育つ心拍を表現する場合は、陣やシャリを入れた曲線を出した方が心拍らしい姿になります。針金掛けのポイント。心拍は枝先までしっかり針金を巻くことが大事です。これができていないと枝がうまく振れません。針金は手で巻くよりもペンチなどを使うと枝にぴったりつき、細かいところまで巻けるようになります。小拍類は一度針金をかけると数年はそのままの場合が多いので、針金が交差したり緩んだりしないように見た目の美しさも意識してください。枝を曲げる程度は樹皮が多少裂けるくらいなら問題ないです。心拍の針金掛けの時期。心拍の針金掛けの適期は10月から3月頃です。新芽の動いている時期以外ならいつでもかけることができます。太幹や枝への強い矯正は、新芽が動き出す前の2月下旬から3月頃が良いですが、秋の矯正でも冬の管理に注意すれば強い癖付けをしても支障ありません。ただし玄関期12月から2月上旬の針金掛けは木の回復力が低下している時期で、しっかり保護しないと感慨を受けやすいので控えた方がいいです。こっちを考えないで、この頭の部分と、この枝、こっちが道の枝、ここら辺で頭を作るっていう感じですね。ちょっと見にくいかな。で、こっちの一応正面っぽい形と、別にこっち側から見た時の正面っぽい形を作ります。はい、じゃあこんな感じでかけてみました。こっち側だとこんな感じで、頭になってこっち後ろ枝っていう感じで、それでこっち正面の場合はこんな感じですかね。で、次8時替えをします。はい、じゃあ心拍の、最後の植え替えをやっていきます。で、8は、これぐらいの、ちょっとね大きいんですけど、まだこれ作っていく段階なんで、あんまりガチッと詰めちゃうと成長が悪くなっちゃうので、一応この8は8を止めて、あとは針金を出して止めていきたいと思います。で、上は
らい根が持ってるかちょっと抜いてみないと分かんないです。あ、結構持ってますね。よいしょ。じゃあ戻して。で、皆さんこうなんていうか素材買ってきた時に鉢植えにしてあるのをほとんど買うと思うんですけど、初めに鉢から引っこ抜いてみて土がどういう土か確認した方がいいですね。自分の地域に合った土なのかどうかっていうのもあるし、乾き方もあるので、なるべく自分の棚の土に揃えて植え替えた方が後の生育がいいと思いますので、この土の場合はそれほどランディコードが壊れてるわけじゃないので水はけはそれほど悪くないと思うんですけど、場合によっては畑の土で植わってたりする場合があるので、やはりある程度土を入れ替えてあげるっていうのを最初にやった方が後の生育がいいかもしれないです。あとどれぐらい前に植え替えたかね、買ってきた木分かんないですからね。じゃあさっきの話漂白類の混合用土で、多分これだと赤玉土に、砂を混ぜて、あと富士砂と、あとは竹炭が入ってますね。こういうタイプの、中粒ですね。細かいやつより一つ粗いやつ。中央を入れるときは中央をこうやって山にして、今回ゴルフ使わないんですけど、中央を山にしておいて、それでこの隙間に土がよく入るように場所に置いて、あ、ごめんなさい、針金通すの忘れてました。それでそこの一応、この木はちっちゃい木なので、その4箇所は通さなくていいと思うので、2箇所で固定は十分できるように。で、針金通しておいて、真ん中山にして。私の場合はこうやって持っても大丈夫なぐらいにカチッと締めます。やっぱ風吹いてグラグラするのはとても良くないので、カチッとこう溶けば発着も。
水を今やってきます。はい、じゃあお水今やってきました。でこういう感じでとりあえず作ってみたいと思います。それで今回植え替えたんですけど、このシャリをちょっと見場をよく見せるために石灰溶合剤っていうのがあるんですけど、これ冬場に撒く薬でそれとても殺菌的な薬効が強いんですけど、心拍のシャリなんかによく塗って白っぽくなってる状態にするんです。で防腐剤を兼ねてますので、一緒に塗ってきます。で私の場合は、薄めず原液のままを使います。それで人によってはさらに白い顔料を混ぜたり、逆に少し炭入れてちょっと薄墨を入れたりする方もいます。でとりあえず私は原液でそのまま塗ってきます。で冬にやる作業なんですけど、別に夏にやってはいけないというわけでもないんで。私の場合はとりあえず塗ってしまって、塗りすぎちゃったところは後でその生きてるところとか塗っちゃうとやっぱ白っぽくなっちゃうんで、ですからそこのところは後で歯ブラシで落とします。とりあえずシャリのところは染み込むように手を上げて。今ちょっと乾いてから